この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。おお、始まりましたね。この電話は電波の届かないところにあるか、電源が入っていません。来ないのかな？来てくれないのかな？いた刹那、そろそろ着替えて。でもまだ始まるまで1時間も。あと1時間しかないんだって。こういうのは段取り悪いのがデフォなんだから、できることは早めにやっておかないと。それはそうなんだけど。それにもう10人近く並んでる。刹那が初日だって情報流れちゃったからな。あいつら自分のクラスの準備しろよ。どうしたの？なんか目。違うんだよ、これは。ただ昨日全然眠れなかっただけで。どっちの理由でもあんまり安心できないんだけど。とにかく大丈夫だから。少なくとも今日のところは。竹谷からいろいろ聞いてるけどさ、今さらジタバタしたって始まらないって。もっとどっしりと構えてさ。そりゃイオはキャプテンだったし度胸あるし、そういうこと平気かもしれないけど。いやいや、人前で歌うなんて勘弁。あんなところでまともに声なんか出るわけないって。イオでさえそうなんだ。だったら私なんか。とはいえ一度引き受けた以上は逃げ出すわけにもいかないでしょ。メンバーが揃った時の話だけど。そうだよ、私がやるって言ったの。だからこそ絶対に成功させなくちゃならない。春樹くんやトーマさんに迷惑かけられない。そのメンツならあんまり深く考えない方がいいって。迷惑かけるのは春樹だから絶対。どうして来ないのかな？電話してくれないのかな？もう本番は明日なのに。結局はそれか。それなのか。竹谷のネタのくせに本当だったんだ。もう一度かけてみようかな。ダメ、時間切れ。今日の刹那はレトロな女給さんなの。これも引き受けたからにはしっかりやらないと。明日に集中したいからって何度も断ったのに。刹那が一度もお店に出ないなんてことになったら暴動が起きるんだってば。さあ、荷物は全部ロッカーにしまって。行くよ。ちょっと。とにかく今日はそっちは忘れて、笑顔ではい喜んでお帰りなさいませ。なんかいろいろ混ざってるよそれ。以前も言ったかもしれないけど、北条大附属の学園祭はキャンパスが隣接する北条大の学園祭と同日開催で行われる。近隣どころか県外からも多くの人が押し寄せる、北条大祭に比べ、そりゃ悲しいほどの規模の差を誇るまさに付属した祭りなのは仕方のないところ。
それでも大量に押しかける、北条大側の客を騙したり透かしたり休憩所と偽ったりで、誘致して毎年そこそこの賑わいを見せている。今日はそんな大盛り上がりの北条大祭と、中盛り上がりの北条大附属祭の、記念すべき初日。俺たちの一発勝負のめでたき前夜祭。春樹、お前昨日はなんで携帯切ってたんだよ。悪い。電源切れてた。今朝になってあまりの鬱陶しさにめまいがした。道理で今週から始まった刹那の、定時連絡がなかったわけだ。こっちは大変だったんだぞ。お前ら来ないからリハーサルだってろくにできないし。だからこそお前に頼んだんじゃないか、部長。そりゃ段取りの確認くらいはやったけどさ。けど刹那ちゃんの不安を取り除くのは無理だっての。なんだそれ。そんなことが。気の毒なくらい青ざめてた。舞台の上歩くのもやっとってくらいで。おぎそが。舞台の上で縮み上がってたって？いつも皆の注目を勝手に浴び続け、ミス北条大夫も毎年無理やりエントリーさせられ、歌だって一人で完璧に歌い上げる刹那が。で、よく考えたら、大舞台に強いなんて一つも証明されてないのか。明日自分が歌う場所がカラオケ屋でも音楽室でもトーマの家でもないって今になって思い知ったんだろうな。それともうバレてるから刹那でいい。でどうするんだ春樹。刹那ちゃんがあんな状態で明日まともにやれんのか？やるさ。トーマの体調は？そもそもお前あれ弾けるようになったのかよ。今はそんな些細なことを気にしてる場合じゃない。些細って危険するかどうかの瀬戸際だと思うんだが。らしくないな、部長。いつからそんな弱気の虫に取りつかれた？俺の代わりにお前がギターやるって決まった時から。てめえ。ところで春樹、今からどこに行くんだ？とっくに E 組は過ぎたぞ。俺のクラス？なんでそんなところに行く必要がある？お前学園祭を何だと思ってんだ？ってなんだありゃ。やっと目的地にたどり着いたかと思ったら、そこでは想像もしなかった光景が待っていた。教室の入り口を覆うような大行列。しかもやたらと性別の偏った。A 組の大正ロマン女級喫茶だよ。確かに人気出そうなジャンルだけど、にしてもおかしくないか、この数は。優に教室を3回は満員にできる人数が並んでいる。これだと最後尾の方の人間は最初から1時間近く待つ覚悟をしてるってことか。そりゃまあ刹那ちゃんが今日しか入らないって流れだし、だったら今日来るしかないだろこれが全部刹那目当てだって？前から春樹に言いたかったことがあるんだけどな。お前彼女を甘く見すぎなんだよ。甘く見てたって。そんなの当たり前じゃないか。明日だってお前らがステージに上がる時間だけ間違いなく体育館が満員になるんだよ。あの子はうちではそのくらい注目されてるんだ。だって刹那って俺の前では素直であけすけでわがままでいたずらっ子で時々ブチ切れたりする。ものすごく身近な女の子でいてくれるから。だからこそ明日の出場だって慎重に決断しないと。何しろ今あの子を守れるのは。それがどうした？春樹、竹谷がどれだけ刹那や俺たちのことを心から心配して忠告してくれても。
はいちって今から並ばない。自分の持ち場に戻れ。そんなことよりも今はまだやることがある。何やってんだお前ら。自分のクラスの出し物はどうした。学園祭を何だと思ってるんだ。いや、それさっき俺がお前に。ほら A 組のみんなの迷惑だろ。並んだままだと入店禁止にするぞ。とにかく教室の前を開けろ。春樹だ。あらかわいい。廊下人いなくなってる。助かった。今のうちに物運び込むぞ。これでやっと普通に開店準備ができる。みんな急いでね。あと15分で開店だよ。さいいよ。せつなも手伝って。テーブルクロスさえまだ準備できてないんだから。おかしくないかなこの格好。本音を言えばどうしようもなくおかしいけど、それがコンセプトだしいいんじゃない。だからそういう問題じゃなくて、着こなし方とか似合ってるかどうかとか。そんなの聞いてみたい相手に直接聞けばいいじゃん。ちょっと振り向いてさ。よ。深ぶりの刹那はなんだかしばらく見ないうちにまるで別人になってしまった気がした。衣装のせいだな。北原、ちょっと相談なんだけど、実行委員から応援回せないかな。委員長権限で。多分開店したらまた行列がすごいことに。いや俺実行委員じゃないから。ここに来たのは個人的な用事だし。というか、実行委員程度の誤解ならまだ笑えるんだけど、実行委員を束ねる立場と思われているのはどうなんだ。おはようせつな。おはよう春樹くん。おんせは竹谷から聞いてる。昨日リハーサル出られなくてごめんな。そんなの仕方ない。私の方こそ力になれなくて。携帯電池切れてたの気づかなくて、何度もかけてくれてたのに。留守電のメッセージを、全部聞くだけで10分近くかかった。それはごめん、かけすぎたかも。でも不安だったから。トーマさんのこととか、それから。みんな聞き耳立てずに仕事しようね。もう開店まで時間ないよ。無駄だいよ。誰の手も止まってる。はあ。トーマなら明日は大丈夫だと思う。今朝熱測ったら6度7分だった。おー。よかった本当によかったね春樹くん。それで今週いろいろ大変だったけど、春樹くんの頑張りが実を結んだんだね。いやそういうことは明日が終わるまで考えないことにしてる。その用心深さこそが春樹くんだよね。あなたがいつも通りで安心した。あんた安心したよ。せつな。あんたたちも隅っこでやってよ。サイレント営業妨害だよ。無駄だいよ。こいつら何も聞こえちゃいない。すまん、もう終わるから。別に周りが見えてないわけじゃなく、どう切り出したらいいか迷ってただけで。でさ、話は変わるけど、
私も頑張るから絶対にみんなの足だけは引っ張らないように。実はそのことで相談があるんだけど。えっと確かにここに突っ立ったままじゃ A 組の連中に迷惑だ。というか今からやらかすことの方がもっとあれなのは重々承知してるけど、さっさと撤収して彼らの立て直しに少しでも時間を与えないとな。A 組の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが。規範は来週受けよう。どれだけボコられるかは想像もつかないが。行こうせつな。ちょっと春樹くん。ごめん、許されるとは思ってないけどせつなもらっていきます。春樹くん。それは我ながら電光石火の早業だった。刹那の手をつかみ並べられたテーブルを縫い、人の少ない通り道をかき分けて、はい、通してください。あと走らないで。そのまま二人で廊下へと駆け出る。どういうこと？これってどういうこと？不安なら練習しかないってこと。まだ本番まで30時間くらいある。完全に後付けの理由だけど、あながち間違っていないことがタッチが悪い。でも私 A 組の連中には後でいくらでも謝るから。全部俺の責任だから。刹那は悪くないから。そういう問題とは別に、もしかしてこのまま外に？急いでくれ、時間がないんだ。廊下を追ってくる資格はいなかった。俺はまんまと A 組の姫の強奪に成功したんだ。格好は女給さんだったけど。あ刹那もらって。あの北原委員長が？いや待ってくれ。ありえない。どうなってんだよこれ。もうすぐ開店なんだぞ。どうする？フォロー入れる？一応あんたんとこのメンバーがしたことなんだけど。そんなバカな。と言いたいのはあたしら A 組の人間なんだけどね。なんで手元にギターがないんだよ。今なら俺ポール・サイモンにだってなれそうなのに。ごめん、あたし体育会系だから的確なツッコミできない。確かに私おじけついちゃってた。そっか。これだけ注目を集めてる女の子なんだから、大舞台なんて余裕だって思い込んでた。ただのリハーサルなのに舞台の上に立ってスポットライトを浴びただけで喉がカラカラに乾いて一言も声が出なくなっちゃって。気が回らなかった。ごめん。けれど刹那はいつも受動的に大舞台に上げられただけ。汗びっしょりになって足がガクガク震えて周りの音も何も聞こえなくなって。その舞台の上で自分から動いたことはなく、ただ結果だけがついてきただけで。逃げ出したいのにやっぱり足が動かなくて、もしこのまま本番を迎えたら私どうなっちゃうんだろうって。本当に悪かった。せめて俺の方から電話してれば。
それでも自分から光の当たる場所に立つって言ってくれた。それはもしかしたら誰かのわがままのために。でもね、でも少なくとも今の状況よりはマシだったよ。あまり騒がない方がいいぞセスナ。みんな見てる。みんながこっち見てるのは私が大声上げてるせいじゃないよ。それはそうかもしれないけど、余計に注目を浴びるファクターの一つじゃないかな。ああもう、それでも冷静な春樹くんが頼もしいけど憎らしいよ。平日の午前10時を過ぎた電車は、通勤客も通学客もピークを過ぎて買い物へと向かう主婦の比率が上がってきていた。そして和装メイド服姿の刹那は彼女たちの格好の餌食となり下がっていた。もう恥ずかしい、死にそう。あの時は頭が真っ白で何も考えられなかったけど、今はみんなの視線をひしひし感じるよ。その格好で接客しようとしてたんだぞ。同じことじゃないか。この服を許容できる時間と空間ってのがあるんだよ。少なくとも平日の電車の中はそうじゃないけどね。そうか、学園祭の大正ロマン、女給喫茶はそんなに特殊空間なのか。で、字面から見るだけでわかるな。とにかく向こうに着いたらいくらでも謝る。まずは落ち着いて、それから声出るようにしといて。すぐパート練習入るから。本当に謝る気があるのか疑わしい具体的な指示だね。謝る。今からでもすぐに謝るから。せめて着替えさせてくれてたら。そんなことしてたら刹那は A 組の連中に連れ戻されたに決まってる。で、俺はリンチだろうな。手の指を潰されたりとか。そんな少女漫画話で盛り上がりそうなネタを振られても今は反応しないんだからね。刹那の頭に浮かんだ作品が気になったが、残念ながら俺の頭に浮かんでいたのは昼メロだった。そんなに恥ずかしいんだったらもっと俺の影に隠れてくれていいから。言われなくても巻き込んであげるんだから。刹那の両手が俺の胸をぎゅっとつかみ、全身ですがりついてくる。そこに込められた力に躊躇はなく、俺の影に隠れて、いや消えてしまいたいという気持ちがひしひしと伝わってくる。これで春樹くんも一緒に注目の的だよ。いや確かに何かがひしひしと伝わってきてるけど、ひょっとして何かお互いの解釈が違うんだろうか。相変わらず席は全て埋まり、けれど、満員とはとても言えない車内。その少し余裕のある空間は車内の人々の、キーの視線をあからさまに意識させてくれる。刹那が俺の胸に隠れてしまった分、全てを俺に集めて。ねえ学生さん。うわ、これは彼女にこう呼びかけてもらいたかったやつらが今日何人いたんだろいつもはあんなにお優しいのに時々すごく強引なんですね。いや。どうしてでしょうか。なぜ今日は子供みたいにダダをこねるのです？
刹那？ねえ、今のあなたは何にこだわっているのですか？それとも誰にこだわっているのですか？おい。分かっています。あなたがお嬢様のことを愛していることは。誰？いいな、茶番だな。それでもいいんです。だってこれは私の一方的な気持ち。決して遂げられぬ儚い思いなのですから。急にこの新しいキャラクターを開示してきたのおもろいよな。でもたまにはこうして私のことも。春樹の反応もなんか茶番だしな。言わず町です。お降りの方はドアにお気をつけください。ああ、残念。いいところで着いちゃった。怒るなよ。じゃあ降りよっか、春樹くん。いや、測ってた。タイミング測ってたよな、今。ざまあみろ。喉乾いた、汗かいた、足震えた、心臓止まるかと思った。そうそう、それ。そんな感じだったんだってば、昨日。ついさっきまでの消えるような声はどこへやら。ケラケラと俺を指さして笑ってるのはいつものちゃめっ気たっぷりの女給さん。俺、刹那には何一つ勝てない気がする。ならトーマさんには勝てるの？もはや、自分が女給さんであることも周りの視線が突き刺さることも受け入れた、本当に見た目とは違い芯の強い女の子。学生さん、そこのところどうなの？早く行くぞ。今から24時間ずっと練習。ああ、学生さん逃げた。とにかくこれで今まで以上に刹那に頭が上がらなくなってしまった。俺が押し付けたどんな無茶だって自分の力だけで乗り越えて、俺たちの切り札としてあり続けてくれるから。